皆さんこんにちは。最近どうしても国際結婚がしたい婚活中のりなです。それでは今日の目次です。1番、マッチングアプリで投資詐欺に遭った話。2番、実は私の友達も投資詐欺に遭っていた話。3番、まとめ、投資詐欺男を見分ける方法7つ。今日は私が1年前にマッチングアプリで知り合った男性から840万円の仮想通貨の投資詐欺にあった話をしたいと思います。もう本当に詳しい思いをしたので、同じような被害者が増えないようにと思ってこの動画を作りました。彼とはあるマッチングアプリで知り合いました。彼は台湾在住で、台湾と日本人のハーフで、12歳年下のモデル並みのすごくイケメンでした。職業は建築家でした。彼とはすぐ LINE を交換して、毎日何百回もメッセージをやり取りしていました。メッセージの内容は日常のたわいもない話から、私の仕事の悩みや家族の話とか、何でも親身になって聞いてくれて、本当にすごく優しかったです。彼は昔家族や友人に裏切られて、すごく辛い経験があった話をしてきて、だから自分は嘘や不誠実な人が一番嫌いだと言っていました。そんな辛い経験をした彼だからこそ、きっと私の過去の辛い経験や悲しい経験も理解してくれるはずと思って、心から何でも話していました。2ヶ月くらいメッセージをやり取りしていくうちに、コロナが落ち着いたら日本に会いに行くねとか、早く一緒に住みたいねとか、どんな家に住みたいかとか、将来の具体的な話が出てくるようになりました。ある時彼が最近仮想通貨を使った投資で利益がかなり増えてきたんだよねと言ってきたんです。それで彼の取引の画面を見ると、確かにすごい利益が出ていたんです。それで彼は将来2人の生活資金になるし、2人の家も早く買いたいよねって、もしよかったら私の代わりに資金を運用するよって言ってきました。けど本当にそんなに稼げるのと聞いたら、どうして僕を信じられないのって急に切れて、ちょっと怖かったです。でも彼に嫌われたくなかったし、彼を信じていないと思われたくなかったから、すごく迷いました。それで彼に最初は心配かもしれないから、まず少額から始めてみるって言われて、それならいいなと思って教えてもらった口座に少しだけ入金したんです。それから彼の運用で私の資金が1ヶ月で2倍くらいになったんです。それで少し安心してしまって、数回に分けて合計840万円を振り込んだんです。その後も資金はどんどん増えていきました。けどある日取引所のサイトにログインしようとしたら、突然アクセスができなくなっていました。不安になって資金を引き出そうとしたら引き出せなくなっていて、彼に相談しようとしたら LINE をブロックされて連絡がつかなくなりました。その後ネットで調べたら、同じような手口の詐欺がいくつも見つかり、その取引所のサイトは偽物で、彼とグルだったと気づきました。今冷静に考えると、会ったこともない人の投資話を信じて入金して本当にバカだったなと思うんですが、その時は毎日の LINE のやり取りで2人の将来の話を信じて感情に溺れてしまったんだと思います。後から分かった話なんですが、実は私の友達も一人仮想通貨ではないですが、別の詐欺に遭いました。やっぱりマッチングアプリで知り合った東ヨーロッパ人で、彼女より10歳年下のイケメンでした。彼が急に病気になって、
入院費が払えなくなったから一時的に立て替えてほしいと言われ、彼女も70万振り込んでしまったらしいです。その後 LINE は拒否されて連絡が取れなくなって、詐欺だったと彼女も気づいたみたいです。もう本当に恋愛感情につけ込んだ詐欺って許せないですけど、騙されてしまった自分が一番いけないので本当に悔しいです。最後のまとめですが、皆さんには私や友達のようにマッチングアプリで詐欺に遭ってほしくないので、投資詐欺の男性を見分ける方法を7つまとめてみました。投資詐欺の男性を見極める方法7つ。1、モデルのようなプロフィール写真。プロのカメラマンが撮ったような綺麗すぎる写真。ジムで上半身裸の写真。最近は私も写真を見るのに見慣れてきて、写真を見ただけで詐欺っぽいかどうか見極めができるようになってきました。2、職業は医者、パイロット、投資家、弁護士などステータスの高い職業。病院で白衣を着た写真やパイロットの制服の写真もほぼ 100% 嘘だと思った方がいいです。3番、自分は誠実だとか嘘が嫌いだと言ってくる。少しでも疑ったりすると、どうして僕を信じられないのとかすぐに切れ出します。4、最初からやたら外見を褒めてくる。5、すぐに結婚話を持ち出してくる。冷静に考えたら会ったこともないのに結婚の話や一緒に住もうなんてすぐに言うはずがないですよね。6、やたらお金持ちをアピールしてくる。今日買い物に行くんだとか言って、私が何買ったのって聞くと、ロレックスの写真が送られてきたことが今まで3回くらいありました。誰が見てもロレックスの時計は高いとわかるので、きっとマニュアル通りの手口なんだと思います。7、ビデオ通話を断固拒否。これは本当にわかりやすいですが、写真と実際の実物は全くの別人なので、どれだけ仲良くなってもビデオ通話は絶対に断ってきます。少し怪しいなと思ったら、初期の段階でビデオ通話をしたいと言ってみてください。はい、それでは今日のお話は以上ですが、これからもマッチングアプリでの出会いや婚活の話を皆さんと楽しくお話ししていきたいと思いますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけると嬉しいです。今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。またね。